こんにちは、ちいえかだわん。こんにちは、このみだわん。前回は好みとママの出会いについてもっと詳しく知ることができたよ。前回は私とママの出会いについて引き続き紹介したよ。今回は私がかかった病気ついて紹介していくからぜひ聞いてほしいな。好みがどんな病気にかかってきたのかについて、私も改めて知ることになるよ。今回は私がかかった病気について紹介していくからよく聞いてほしいな。好みのかかった病気について、興味深く聞いているね。4歳の7月頃に私は熱中症になったんだ。毎年7月中旬にあるお祭りが延期となって7月末に開催されたんだけど、夕方5時前だったからいつもママに連れて行ってもらってたんだ。ワンちゃん友達の店に着いて千恵香はお水を飲んだんだけど、私はこの時なんだかお水を飲めなかったんだ。それってもしかして、ママの友達がこのみちゃんおかしいよ、熱中症かもしれないって気づいてくれたんだ。ママは獣医さんに電話して一旦千恵香を家に置いてから病院へ向かったんだ。その時獣医さんからこう言われたらしいんだ。あるだけの氷を体にくっつけて水も身体にかけてきてくださいと。私は病院に着いて点滴を1時間して体に氷をくっつけて何とか症状は収まったんだ。ママの友達が気がついてくれなかったら、好みは危ないところだったんだね。この時はすごく運が良かったと思うし、ママの友達に感謝だよ。そして私は7歳秋に気管虚脱になったんだ。この1年ほど私はよく咳をしていて、ママは心配になって獣医さんに相談したんだ。レントゲンを取った後に獣医さんから私は手術が必要になるからここではできないので紹介状を書きますってママは言われたんだって。獣医が常駐している大学病院へできるだけ早く行くようと診察を勧められたらしいよ。好みはそんなにひどい状態だったんだね。ママは不安だったらしくて、ワンちゃん友達に同行をお願いしたら、明日来るまで行きましょうと言ってくれて、予約が必要だから病院に電話したんだって。翌日病院へ行って朝9時に予約したんだけど、私は苦しかったんだ。それでもママに心配をかけないようにと、ママの友達に一生懸命尻尾を振って、キャリーバッグから出たそうにしたんだ。ママはこの時、他のワンちゃんもしているからいいかなと思ったんだって。いつもなら私は手足を伸ばし寝るのに、この時はなんだか落ち着かなかったんだ。好みが自分で体のどこかがおかしいって気づいていたのかもしれないね。そうかもしれないね。診察室に入ったらレントゲンを取って手術予約を取ったんだ。その間、私が呼吸が苦しそうにしているのをママが見つけてくれて、私が落ち着くまでママと酸素室に1時間ほどいたんだけど、酸素室から出てもなんだかさっきよりも私の状態が悪くなっていることをママの友達が受付に訴えてくれて、再度診察室で見てもらったんだ。そしたら緊急入院になっちゃって、獣医から手術室が空いたら手術しますのでと、手術が何時になるかわからないので明日連絡しますとママは言われたんだ。この時すでに気管虚脱になっていたってことなんだね。ママの友達がいなかったら、そのまま私はママと帰宅して急変しても間に合うことなく大変なことになっていたかもしれないんだ。熱中症の時もそうだったけど、ママの友達は好みの変化にいち早く気づいてくれるね。だからママの友達は命の恩人と言ってもいいかもしれないね。翌日無事に手術終わって、私は3日間入院して家に帰ってきたんだ。その時の私の体重は 3.1kg で、私と千恵香の体格では 2kgがベスト体重だったんだ。病気になったら太ってしまうのは仕方ないよね。それからドッグフードを1、3ほど減らしてもらって、その分をママはキャベツを入れてくれて、おやつも半分にしたら10ヶ月で 1kg 減量成功したんだ。ちなみに今も継続して続けているよ。好みは見事ダイエットに成功したんだね。気管虚脱になった時はすごく苦しかったけど、ママと獣医さんが助けてくれたから、私は大事には至らなかったから、皆に感謝の気持ちでいっぱいだよ。好みが大事にならなくてよかったよ。私も自分が大事にならなくてよかったと思ってるよ。では、次は私の老化の兆しについて紹介していくね。10歳になった私はこの頃から老化の健康診断を受けた方が、老化の兆しがわかるからと、血液検査と目の検査を受けたんだ。結果はどうだったの？検査結果は血液検査が異常なしで、目に白内障の初期が少しだけで出てると診断を受けたんだ。
ただ、獣医さんからはまだ心配する必要はないって言われたんだよ。好みに大きな体の異常がなくてよかったよ。11歳になった私は血液検査結果、異常があると分かったんだ。獣医さんから膵臓と胆のうの根が少しだけ高いと診断を受けたんだよ。だから薬とドッグフードを変更する必要があって、油っぽいものを食べないように指導を受けたんだ。ドッグフードは消化器用のドッグフードに変更したんだよ。そして3ヶ月に一度の血液検査によって薬の変更もしたんだ。ドッグフードと薬を変更して血液検査の数値が正常になるといいね。現在も引き続き食生活には気をつけて薬を服用しているよ。早く好みが健康になりますように。ちえか、ありがとう。前回の内容を振り返ってみるよ。私は生後7ヶ月頃にハスキー犬に噛まれて生死をさまよったんだ。なんとか急所は外れていたから獣医さんに治療してもらって助かったけど、あの時はすごく怖い思いをしたのを今でもよく覚えているよ。そのトラウマのせいで好みはしばらくママに依存するようになったんだもんね。また襲われるんじゃないかって怖くなってママの元を離れたくなかったんだ。それにママがちょうど持病で入院することになって、さらに一人でいるのが怖くなったんだよ。好みは強いトラウマを抱えてしまったんだよね。でもママの家族が話し合ってくれて、私に妹的存在がいれば安心できるんじゃないかって提案してくれたおかげで、こうやって千恵香と出会うことができたんだ。千恵香との出会いは次の動画で紹介するから、ぜひ楽しみにしててほしいな。私と好みとの出会いについて紹介してくれるから、みんなも楽しみにしててほしいよ。そして私は4歳の時に熱中症になったんだ。私はなんだか体が熱くてぼーっとしてたけど、ママの友達がすぐに気づいてくれて、私の体をママが冷やしてくれたから大事には至らなかったんだよ。お水を飲めなかった時は自分はどうなっちゃうんだろうって思ったんだ。熱中症って知らない間にかかっていることが多いらしいから怖い病気なんだね。千恵香も私も夏は直射日光を浴びないで涼しいところに避難して熱中症対策をしようね。私も好みが熱中症になってないか注意してみているね。そして私は7歳の時に気管虚脱になったんだ。後で聞いたんだけど、私たちチワワは気管虚脱になりやすいんだって。以前に好みに紹介してもらった動画でも、小型犬やチワワは気管虚脱になりやすいって聞いたことがある気がするよ。私も自分の体験を踏まえて紹介したよ。あの時の私はなんだか咳が全然止まらなくって、とても呼吸が苦しかったんだ。ママが心配してくれて酸素室で休んでたんだけど、それでも治らなかったんだ。呼吸が苦しいってすごく辛そうだよね。その後、獣医さんに緊急手術が必要だって言われた時はママはすごく驚いて心配してくれたみたい。私は呼吸が苦しくって全然覚えていないんだけどね。次に目が覚めた時にはすでに手術は成功していて、入院してから家に帰ったんだ。好みが無事に退院してくれてよかったよ。だけどこの病気をしている間に私は太っちゃって、ママと一緒にダイエットに挑戦したら見事に痩せることができたんだ。好みはすごい努力をしたんだね。千恵香も私のように苦しい思いをしてほしくないから、少しでも咳が出たり呼吸が苦しいと思ったらママや私に報告して獣医さんに連れて行ってもらおうね。私、好みの苦しい体験を聞いたからより一層気をつけようと思ったよ。そして10歳になった私は老化の兆しが出てきて、白内障の症状が少し出てきたんだけど、獣医さんにはまだ問題ないって言われたんだ。白内障って目が見えなくなるっていうから、このまま症状が進まないといいね。大好きなママと千恵香の姿が見えなくなるのは絶対に嫌だから、白内障にはなりたくないな。そして11歳になった私は血液検査で膵臓と胆のうの根が少しだけ高かったから、獣医さんに食事と薬の指導を受けたんだ。ドッグフードは消化器用のものに変更して、薬も変更して服用していったんだ。こうやって振り返ると、私はいろいろと怪我や病気をしてきたけど、ママやママの友達、獣医さんに助けられたことで今もこうやって元気にいられているから、みんなにはすごく感謝しているよ。私も好みがこんなに辛い思いをしてきたのはここまで詳しくは知らなかったし、改めて好みが今もこうやって私の隣にいてくれることに感謝しているよ。千恵香、私と一緒に長生きしようね。ママと好みともっと一緒にいたいから、私も好みと健康に長生きしたいよ。私がかかった病気についての話は今日はここまでだよ。
次回は千恵香との出会いについて紹介していくから知ってもらいたいな。好みが辛い思いをしてきたことがよく分かったけど、本当にどの怪我や病気も大事に至らなくてよかったと思ったよ。今もこうやって隣にいてくれるのは当たり前じゃないってことに改めて気づけたよ。千恵香も私もこれから怪我や病気をしないで長生きしてママと一緒に過ごしていきたいね。この動画で綿にも犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいな。この動画を見て新たな情報や感想があったら気軽にコメント欄に書いてくれると嬉しいよ。この動画が参考になったと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録を押してくれると嬉しいな。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。